にちは、プリンセスモナコです。今日はね、ザワークラウトでスープ作りたいと思います。キャベツのね、発酵食品ってちょっと発酵させたのあります。これ適当に取りました。これでね、寒いのでスープにしたいと思います。これ栄養あるもんね、腸にね。それにスープはあったかいのでしたいと思います。お願いします。これお水 500cc ほど入れます。これにザワークラウトどれくらいかな、丼1杯ほど、1杯もないけれども適当に取りました。このザワークラウトね、すごく酸っぱいのとか発酵したらすごく酸っぱくなるんだけど、このザワークラウトは、まだうち寒いからかあんまり泡が立ってないというか、酸っぱさが柔らかいのね。酸っぱさが強くないです。まだこのザワークラウトね、すごく酸っぱくなったら冷蔵庫とか入れるんでしょうね。でもまだね、泡がブクブクブクって立たないので、常温にしてます。常温も寒いんだけど。それでね、このザワークラウトのスープ作るんだけど、野菜も混ぜようと思います。じゃがいもと人参と玉ねぎ。玉ねぎはね半分くらいだけどね、人参も半分くらい、じゃがいもは2個ほど切ってね、ちょっとだけ5分ほどね茹でました。それミキサーにかけてこれに混ぜようと思います。ザワークラウトにちょっとねかけますね。はい、できました。これをね、このザワークラウトに混ぜてね、一緒にスープにしたいと思います。ちょっとザワークラウトだけでは物足りないかなと思ったものですから、それにね、じゃがいもとか人参と玉ねぎとか入れた方がもっと栄養があると思って、このザワークラウトを柔らくなるまで煮詰めたらいいかもしれませんけど、きっと時間がかかると思うのでこのキャベツはね小さく切ったからいいかなと思って、そんなね柔らかくしなくても。これ、腸にいいんですよ。腸にこれやっぱし腸にいいですわ。わかりますわ。お腹がなんていうかなるんですわ。関係あるかどうかちょっとわからないけど、最近私すごくザワークラウト食べてるんです。朝でも昼でも夜でも。だからそのせいかな、腸にいいって言うからね。ヨーグルトよりもいいって言うから食べてます。でもこれ口触りの関係でもっと柔らくした方がいいかな。いいかもしれない。私はいいけれど、スープのアク出るね。スープのアクをちょっと取ります。人参とかじゃがいもとかのアク。
ザワークラウトをスープにしたらね、どうかなと思うんですけど、酢の物みたいだしね。でもね、そういう料理もね、ロシアにあるみたいですよ。ザワークラウトのスープってあるのかしらと思って、私ネットで見てたら、ロシアにね、これにお肉とかねいっぱい入れてね、何時間も煮込むらしいですよ。ところどころだね。これ固形スープ入れます。私は簡単に栄養があって温まればいいかなと思います。栄養があって温まれば塩、それで塩もちょっと入れよう。でもね、ザワークラウトって酢の物だからね、美味しいかどうかちょっとわからない美味しいかちょっとわからないですが、ちょっとだけ不安なんですけど、ちょっとだけ胡椒も入れましょう。塩胡椒、これにきっとオリーブオイルとか入れればいいんだろうね。でもオリーブオイル入れてもいいかなと思うけど、ちょっとオリーブオイル凍ってるのでね、凍ってるの、寒いから。寒いんですよ、ここら辺。朝から雪もまた降ってますよ。あ、できたかな。ほら、じゃがいもと人参と玉ねぎは5分ほどお湯で煮てミキサーでこしました。そして混ぜました。だからお水は600ぐらいかな。で、固形スープと塩と胡椒を入れましたよ。本当はこれにオリーブオイルとか入れたいんだけど、オリーブオイル凍ってるからやめます。こんな大きなちょっと酸っぱい。ちょっと酸っぱいスープですけど、体に良さそう。温まりそう。温まりそうだし、体に良さそう。良さげですよ。キャベツのね、ザワークラウトの食感はそのままね、そのままだけどね、でも美味しいかも。だけども美味しい。スープの味がね、コンソメと塩と胡椒だし、ザワークラウトがね、ちょっとね酸っぱめだけど、それほど酸っぱみも感じないかな。温まって体にも良さそうなザワークラウトのスープ作りました。寒いのでね、飲みたいと思います。はい、こんな感じです。なんかちゃんとまあ良いでしょうか。はい、飲みたいと思います。これにする？これについてみる？ついた方がいいね。はい、ちょっとこんなドロドロ感がありますけど、でもね、あったかくてね、栄養があるので。はい、今日も見ていただいてありがとうございます。プリンセスモナコでした。